おはようございます。阿部義俊です。テンションが上がっております。キヤノンのパワーショット V10 が届きました。では、早速なんでこういうことをしたのかよくわからんけど、とりあえず開封をしていこうと思います。よいしょ。なんか他の方のちょっと動画でちょっと見ちゃったけど、なんかレックっていうこの可愛いアイコンがあって、そして開くと、簡単な使い方が書いてあって、そしてよいしょ。マニュアルと、ちょっと一回ここの蓋のとこをね、ちょっと一回開けて、保証書とかを一回外しちゃったんですけど、で、これで、ここからは初見ですね。なんだこれ、メイドイン、チャイナなんだ。なんでしょう、お年玉かな。USB ケーブルだ。USB ケーブルはいっぱいあるから、いいや。よいしょ。失礼、ロボット掃除機が。ちょっと大きさ感がね、自分も他の方の動画を見てるけど、なんか動画で見て大きさの感覚があんまり把握できてなくて、スマホぐらいとは聞いていたけど、僕のその iPhone Pro Max に比べたら小さいですよね。モニターを開いても Max に比べたら一回り明らかにちっちゃい。だからその普通の iPhone と同じぐらいの大きさだったってことか。なるほどね。意外と付属品は少ないですね。シンプルにマニュアルと USB ケーブルと本体だけか。というわけで買ってみました。まずあれか、フィルムを貼っちゃいましょう。というわけで安心と信頼の白馬さんの気象保護フィルムを買いました。貼るのは難しくなさそうだけど、ホコリを噛んじゃうのが怖いですね。どうだ、俺の平行感覚は。すげえ空気噛んじゃったね。そして、ダメだ。なんか、ちょっと余裕を持たせようなんてことを考えたせいで、右側が丸々浮いてしまった。やばい、絶対絶命だ。しょっぱなから先が思いやられます。これでどうだ。下が浮いている。ドリフのコントか。そして例えが古い。下すぎる。絶対今埃を噛んじゃった気がする。そんなことない。バッチリだ。綺麗にいった。右上にちょっと自分の指紋が裏側についちゃったかもしれない。でもとりあえずはいいでしょう。はい。というわけで、本体の質感は、なんかみんながプラスチックって言ったけど、プラスチックだけど、ずっしり感と、ここのなんかこの梨地の質感がうまくて、で、重さのおかげで、なんていうか、レンズってこれで拭いて大丈夫。早速触っちゃった。でもガラスの表面を拭くためについてる布だから、多分、これはレンズを拭くのに適している素材ですよね。よいしょ。で、スタンドを出すには、これを一回上げないと、スタンドが出ないんだ。なんでこうしたんだろう。だってこの状態で、スタンドを使いたい時だってあるじゃない。なんでだろう。こんなことする必要ないの。なんかでも理にかなってるんでしょうね。ここで絶対にこいつを上げないとスタンドが出せない方が、なんかいい理由があるんでしょうね。ちょっと使っているうちに気づくかもしれないですね。はてさて。これが電源ボタン。はい。言語の設定をやろうと思ったのに先になんか英語でスタートさせちゃった。ちょっと、設定は無駄に長いので、後で一回切って、のんびりやります。設定が無事完了しました。そうですね。それほど大きなトラブルもなく、アプリの完成度は非常に高いというか、よく考えられて作られてるなと思いました。で、今、これでわかるかな。iPhone につないで見ているところで、今多分 Wi-Fi を使って本体とこの iPhone をつないで見ている画面を iPhone の側に伝えて撮るみたいなこともできるみたいですね。とりあえずこれはいいや。こういう機能もありましたよと。Bluetooth を使ってこの本体の録画のスタートストップを、やるリモートコントローラー機能とか、こいつをここにつないで iPhone からカメラを操作してライブ配信メニューから Wi-Fi に接続すると次の説明画面に進みます。なるほどね。なんかライブ配信機能とかもあったりとか、とりあえずスマホのアプリの方は一応一通り設定が終わっていて、本体的にはそうですね、そのサイズ感とかはほぼほぼ思っていた通りかな。
あとは画面がタッチパネル式なので、うかつに画面に触らないようにとか、そのレンズ側に触らないように。確かにレンズはもう開封して持ち上げた瞬間にもうすでに、触って指紋をつけちゃってましたね。これは何か気をつけないといけないです。本当にここにカボッとつけるキャップを、キャップが取り付けられるようなその作りになってるわけじゃないですか。こんなの本体のパッケージの中にこのレンズのキャップは絶対必須だと思いますね。で、EV の設定とQ はクイックメニューってやつか。クイックメニューでムービーのレコーディングのサイズと、もうね、老眼だからやばい。このぐらいのモニターの大きさで僕は操作できますよみたいなことを多分前回の動画で言ったと思うんだけど、操作はできるけど文字が読めねえ。4K で絶対撮りたいですよね。4K に2種類で、4K の 29.97 フレームかが2種類あって、で、サイズのでかい圧縮の少ないやつと多いやつがあって、圧縮の多い方がどっちかっていうと熱がこもりづらくて長く撮れるみたいなことを言ってましたね。で 4K の中にはさらに同じようアンダーザセッティングカメラ、そうだ、カメラの僕はこれ起動した瞬間に画面に触っちゃって、言語設定がいきなり英語でスタートしちゃってました。それを日本語に直さないと。よかった。オートフォーカス方式、顔追尾 AF、フレーム指定 AF。なるほどね。顔追尾 AF は多分顔が画面内になければ普通の追尾の方に切り替わるっていうことなんだろう。手動自動動画セルフタイマーいらない。手ブレ補正設定、切りになってる。入り強。とりあえず入りでやってみて、画面が狭いなと思ったら切るとか、手ブレがひどいなと思ったら強にするとかやってみようか。真ん中でスタートしましょう。グリッドはね、9分割は入れたいですね。記録中の強調表示。なんだろうな。今記録中ですよっていうことをなんかランプ光らせたりして教えるみたいなことかな。アスペクトマーカー。これはアスペクトマーカーは16対9かなんかを表示しておくべきじゃないのか。どうだろうな。鏡像表示。なるほど。その自撮りの時に左右を反転するかどうかか。温度上昇緩和。温度上昇緩和機能がついている。僕が最初に動画を見た時には、そのベータ版の最終的なその製品版じゃないやつでテスト撮影をされていたそのインフルエンサーというかその動画のキヤノンからその製品を提供してもらって、その感想を言ってる人たちはおおむね10分前後で熱停止しちゃうんだよねみたいなことを言われていて、そうなのかと思ったけど、実際の製品版になってみたら結構1時間近くつけっぱなしでも大丈夫でしたよみたいな方もいたりして、それは多分ベータ版というかその発売前のバージョンのやつはこの温度上昇緩和っていうのがなかったんでしょうね。なるほど。大体分かってきました。いいかな。どうしようかな。なんかちょっと Vlog 的なものを撮ってみるか。あとは自分がこれをまだ撮影前に話しておきたいこととしては、やりたかったことの一つとして、こうやってこう回して手元を、これってなるほどね、当たり前だけどこいつがどこの角度に来ても、モニターには絶対にこいつは映り込まない。当たり前ですね。本当はこれをこうしてこの高さでこう立ってほしいんですよね。頑張れ。できなくはない。怖いけど、なんかこういうオプションがつくといいな。ここのなんかこの要するに僕がやりたかったことの一つとして、ここにだから紙とか手帳とかを置いて、手帳が今ちょっと奥の方にあるんで、手帳を置いて、でこの辺にこういうふうにカメラを置いて、自分が絵を描いているところを撮りたかったんですよ。今までスマホでそれをやるのがすげえ大変で、ちょっと高さのあるこういう風に置けるスタンドとかを買ってきて、そいつが金属製で結構重たくて、それを持ち歩いて、じゃあ例えば喫茶店でちょっと書き物をしようと思ったら、スマホを取り出してスタンドを取り出してスタンドを組み立てて、でその上にこうバランスを取って置いてみたいなことをやってると結局やんなくなっちゃったんですよ。でもこいつだったらここに置けば、これでもしいければ、この角度でうまいことバランスさせてくれれば、斜めにもちろんパースで角度はつきますけど、この辺にこう置いていい感じに書き物してるところを写すことはできそう。手帳の動物フィギュアで賑やかにする作戦は本当に大失敗。これで置いてるときはメニュー出して手ブレ補正をなんかクイックメニューから切るみたいな。手ブレ補正をここでパッパッと切り替えさせてほしいな。
ではちょっと自分がちょっとやりたいと思った書き物のモードができるかどうか、今までは僕はこのペタッとこういう風にしないとわかるかな、こういう風にしないと使えないと思ってたんで、書き物を書くにはちょっと今手ぶれを切ってできるだけ広角にしたんだけど、それでもだいぶ狭くて、これは何か台を持って歩かないと無理だなと思ったんだけど、こうやって中途半端な高さによっこらしょっとこういう風に立てることができるのが分かったんで、これなんか書いてあるかな。まあでもこういうふうに使えるようにここがこうなってるんだから、当然これはまあ想定内の使い方なんでしょうね。よくできてますね。でこれだったら僕で言えばまあかなりパースつくけど、手帳の一応この左ページ全体が映るぐらいの感じですね。ちょっとこいつも同じような条件で置いておいて、どのぐらい画質が違うのかを見てみましょう。どっちも1インチセンサーです。こっちはインスタ 360RS の1インチセンサーのライカのレンズのモデルです。何書くか決めてなかった。なんだろう。今筆箱をもうなんか撮影に夢中になって慌てて手帳を取り出そうと思って脇に置いてあった、筆箱を机から転落させてしまって、大丈夫だったかな。とりあえずこんなに粒子化を描いたせいで過剰にね、ほっぺをぷくんってさせる変な癖がついてしまって、そう子供じゃないから。どうなって忘れた。3分40秒。で、4分ほどで画面的には、蓋メモリ、熱のせいで停止しちゃいますよの注意が今3つになったかぐらいの感じですね。でも、今気づいたけど、ギリギリちょっとはみ出ちゃってたかも。もうちょっとこの辺に寄せればよかったな。やっぱり手帳を書こうと思ったらちょいとこのぐらいの高さに持ち上げる何か下に置く台が必要ですね。軽いなんかプラスチックでも何でもいいから、それこそ、こんな不安定なものじゃダメかもしれないけど、いやぴったりだ。俺これでいいかも。普段どこでも絶対に持ち歩いてる、この間レビューをやったショックスのイヤホンケースです。すごい安定感、ぴったりだ。これでいいやっていうか、これで転がしちゃった時におっかないですけどね。とりあえずこの手があった。今一つ問題が解決しました。喫茶店とかでちょっとこうやって書き物しているところを動画に残しておきたいなの道具としては、こいつは5センチまで寄れるんで、多分ピントも合ってるし、完璧じゃないですかね。やった。これは本当に僕の用途にぴったりですね。そして5分29秒で、熱のマーカーが4つになりました。これこのままちょっとなんかつけといて、あれだな、もう使い慣れてないんで、この後ろに、煽って撮るときはスタンドを後ろにしなきゃいけないですね。いろんなもの今下にばらまいてしまう。顔追尾してる。また1メモリ上がった。今6分で、メモリが5つになりましたね。10段階の。結構やっぱり12、3分ぐらいで切れてしまいそうですね。あれか、もうこいつは今画面映ってないから切っていいのか。ちなみに今撮っているのは、ルミックスの、S5 であります。今これは何をやったかっていうと、これまたこんな危なっかしくてバランス崩しそうであれですけど、ショックスのイヤホンケースを座布団みたいに敷いてスタンドを目いっぱい立てた状態です。これでもこういう形で支えてくれる本当にちっちゃな、それこそ
これ、これはなんてことないミニハンコですけど、もうこんなちっちゃななんかハンコぐらいの大きさのものを、ここの後ろのとこにちょんとはめ込むなり、ピタッと収まる形にするなりすれば、スタンドを目いっぱい高くした状態でこの本体を固定することは可能で、実際に今例えばこうやって座ってて撮るときにこのスタンドを普通に使うと、普通に椅子に座って机にカメラを置いて撮ると結構下から煽る感じになるじゃないですか。それが嫌な人は、要するに自分のアイレベルで撮りたい人は、スタンドをピーンと一番高くした状態で後ろに何か一つちょんと物を置いてあげるものみたいなものをなんだろうな、オフィシャルで公式がキャノンが出してくれれば、それだけでもすごく使い勝手は広がる気がしますね。ミニ三脚つければいいじゃんって話になっちゃうかもしれないけど、ミニ三脚例えばこんなんだったらいいかもしれないけど、これはちょっとごついじゃないですか。そんなんじゃなくて、もっとずーっとちっちゃいもので全然いけると思います。それこそこのサイコロがあとちょっと大きければ後ろにちょうど多分乗るんですよ。そのぐらいのものを、ちょいと置けば、そんなの日常自分の持ち物の中に、それこそ僕のイヤホンケースみたいにいくらでもあるので、何か自分の手持ちのものでちょっと補えばことですけど、ちょっとしたチップスとしていいんですけど、でも公式がもっとおしゃれでなんかいいものを出してくれてもいいじゃないですか。そしてバッテリーが切れかけて今ちょうど10分で、熱処理は、メモリーが8段階まで来て、メモリが赤ですね。バッテリーが切れるのが先か、熱処理で止まるのが先かですね。そして怖いのは、前に他の YouTuber の方が言っていた試作機の方では、熱問題で停止した時にファイルが壊れたことが1回あるみたいな話をされていて、ちょっとそれが本当にそうなのかどうかはちょっとよくわからないんだけど、このファイルが消えてたら大ショックですね。10分35秒、9段階かなんかに来てますね。あと1メモリですね。で、バッテリーももうピコピコいってますね。ピントがこの辺か。わかるかな。あと1メモリで、そして今11分ですね。で、バッテリーはもうなんかチカチカしてますね。そして、熱があと1メモリですね。雑談の種が尽きた。熱、限界ですマーカーがすげえ、ビコビコ点滅し始めてる。これでも、例えば、なんかそれこそ、なんか何かの作業を撮影していて、作業に没頭していたら、これわからないと思うんですよね。そういう時に、熱がやばかったら、機械がファイルがどうたらこうたらじゃなくて、自分で切ってくれるよね。これ撮影カメラが熱がやばいと判断して切る時には、撮影終了ボタンを押したのと同じ処理をしてファイルを閉じてくれてるはずなんで、切れることはないと思うんですけどね。メーターがオレンジから赤になって10段階全部いっぱいになりました。12分14秒15秒、バッテリーも切れかけです。ちょっとこれ止まるときにバッテリーのせいなのか熱のせいなのか、これだと分かんないですね。なんか13分ぐらいって他の方も言っていたので、13分本当にそのぐらいになりそうです。熱マーカーの点滅がどんどん速くなってきております。でもいろいろと、例えば手ブレ補正が弱いとか、他のアクションカムとかVlog カムに比べて何か劣っているというような評価をされる方が多かったような気がするんだけど、高評価の人もいっぱいいましたけど、自分はなんか今の手帳に書き物みたいなものがうまくいきそうなのも含めて、まだこれが最初の1ショット目ですけど、すごい買ってよかったなと今のところは思ってますね。よくできてる。で、さっき言ったみたいにあとちょっとこの高さを、だからスタンドをピーンと真下に伸ばした状態で本体が固定できるといいですね。あるいはちょっと要するに僕みたいにこの机の上で書き物をするぐらいのアングルのものがあんまりきつくパースつかないで撮れるようなモードが欲しいです。13分34秒、熱はいっぱい、バッテリーも限界。今外側の赤のフレーム自体も大きくなんかチカチカ点滅を始めてて、これはバッテリーの警告なの。今、消えちゃった。13分35秒ぐらいで温度上昇のため電源が切れますっていうマーカーがついて切れました。というわけで、ここまでであります。
というわけで今最初の1、ショット目を取り終えたところですけど、触ると内部のどのチップが熱くなってるのかわかんないけど、例えばそのこっちの360度カメラの方がもう熱々なんですよ。こいつはちょっと触るのが怖いぐらいの温度になっていて、でも回り続けてるんですよね。で回り続けてたんです。今もう自分でボタンを押して切りましたけど、でこいつはこうやって触った感じ、ほんのりあったかい程度で全然温度的にやばっみたいな感じはないにもかかわらず早々に切れたんで、ファームウェアのアップデートで、いやそこまで熱厳しくしなくてもいいやみたいに判断すれば、あるいはそのなんか自己責任で長く頑張るモード、熱動作緩和モードみたいなものが今オンだったけど、さらに強とか、その熱動作もう限界までやりますモードみたいなものをつけてくれたら、今13分で切れちゃったけど、別になんか30分とか使えそうな気がしますね。そして他の方のそのなんか熱処理、熱停止時間計測動画みたいなのでは、こいつはなんか1時間近く回っていたんで、環境によっては回るのかもしれないですね。今このぐらいモニター開いて、後半は目いっぱいまでその上げていたか、ここが放熱する場所の大きな面積なんで、ここを閉じてると熱こもりやすいとは思います。でも今のところコンパクトだし、画質も良さげだし、アプリもスマホとの接続なんかも割とスムーズだったし、今撮ってみて手帳のこういうのも撮りやすそうだし、僕の中では今すごく、そして今までありがとうよ360度くんよというところですかね。先ほど文具ちゃんのイラストをちょいと1枚描いて、この新しく買ったキヤノンのパワーショット V10 とこの今まで使っていたインスタ 360RS の360度1インチセンサーのカメラとちょっと比較をするつもりでいたんですけど、やっぱ最初の1回目っていうのはなかなか難しいもんで、その顔認識オートフォーカスのそのモードにしたままにしていたんで、ここにこういう風に置いて、ここにピント合わせたつもりだったんですけど、手前のこの辺にピントがあってしまって、描いている絵が全くそのピントが合わずに撮れませんでした。そういうことをするときには、ここで設置した後で顔認識じゃなくて、多分この辺でこうやって合わせたらオートフォーカスを今文具ちゃん顔としてちゃんと認識してくれた。カメラのオートフォーカスが自分のイラストを顔として認識してくれるとちょっと嬉しいですよね。オートフォーカスを顔追尾オートフォーカスからフレーム指定式に変えて、そして多分このフレーム指定式にしてここに設置して、でこの描きたい絵の部分にオートフォーカスのそのポイントを持ってって描き始めるみたいな、一手間というか、もし顔認識を普段使う方にしてるんだったら、こういう作業はちょっと必要になるかもしれません。で今失敗したのでちょっともう一回やり直そうと思って、でついでにいろいろ発見したことがあって、今まではというか、その最初の1回目はこうやって地べたに直接置いてたんですけど、そうするとどうしても今ここに置くと意外といけるな、そうなんだけど、でもちょっと斜めからパースがついたり、さっきやったみたいに、他にちょっと物があって、さっきはこいつをこっち側に置いていて、でもういっぱいいっぱいだったんですよね。それでパースがつきすぎて、オートフォーカスミスったわけですけど、そんな風に制限があったりとか、あるいはだからできるだけ真上から撮りたいわけですよ。絵を描いてるところを、仮に僕みたいに絵とか、手帳に何か書き物してるところを何かログとして残したいときは。で思ったのは、こんなようなある程度平べったい面積のある、僕はちょうどこれはこの間レビューしたショックスのオープンフィットっていうイヤホンのケースですけど、こいつを置いて、この上にちょっと物を置くだけで結構広角なんで画角が劇的に変わるんですよ。なのでこれで撮るとすごくいいかもしれません。だからこういう手帳とか書き物をしてたりとか、机の上で何か手作業しているところを撮影したい人とかは、ちょっとこんなようなものがあるといいかもしれません。これ高さがあんまりないけど、このぐらいの面積で、何かもうちょっと高さのあるものがあったりするといいかもしれません。でもちろんそれをやるとあれですよね、あんまり高いところにやってこうやって置いて、硬い机のようにこうやって落っことしたりすると傷つくんで、その辺は注意が必要とは思いますけど。で僕は今まではこういう、よいしょ、これ結構硬いんだよね。スマホを置くスタンドを、使って、これをこんな風にして置いて、こういう風にして置いて、スマホをこういう風に置いて、広角にして、真上から
にして撮影するみたいなことをやってました。でもやっぱり喫茶店でこれをやるとちょっと何してんのこの人みたいな空気になったりもするし、っていうか周りの人は気にしないんだろうけど、僕が勝手に気にしちゃうんだけど、ちょっとへんてこりんな感じでもあるし、日本のそのスマートフォンはどうしても写真とか動画のオンオフの時に音が出ますしね、それ周りの人にもしかするとちょっと気にされるかもしれないし、ちょっとそのあたり気を使っていたりしたわけですよ。でこいつ自体がなかなかの重さだったり、この組み立てにちょっと一手間かかったり、こいつ自体の設置面積があったりするんでね、ちょっとどうかなと思ったんだけど、今思ったけど、でももしこいつを持ち歩くんだったら、ここに置いたら逆にすげえ、置ければ割とすごく広い面積の、もうちょっと大きなノートとかでも書き物の、してるところを撮影できるぐらいのその余裕は出ますよね。ただどうかな、意外と安定するけども、なんかこういう手もあるっちゃありますね。今ちょっといつもどこにでも持ち歩くこのショックスの箱で試してみようと思います。手ブレ補正はオフにして、手ブレ補正に関して、手ブレ補正を、変更するメニューが、このメニューを押してその奥の方のここまで降りていかないとなかったんで、どうしようかなと思ったら、このメニュー、今まではこれスマートフォンと接続とかネットワークにつなぐとか Bluetooth のリモコンにつなぐみたいな時に使うボタンなんですけど、それ使わないんで、こいつを手ブレ補正の変更に割り当てることができました。で画角で言うとこれが手ブレ補正なし、手ブレ補正入り、手ブレ補正強なので、だいぶ19ミリなんだけど、手ブレ補正強にすると26ミリ相当になるみたいですね。だから手ブレ補正をオンにするとだいぶ広角ではなくなってしまって、今の書き物みたいなものはちょっとやりづらくなるかも。3つは置けないか。iPhone と取り比べをしようと思ったんだけど、ちょいと場所がないかも。僕が絵を描く画面が紙が見えないな、これじゃ。いいや、ちょっとこれで取り比べをしてみようかな。今度はピント合ってくれんだろう。ではちょいと書き比べをしてみます。よいしょ。パワーショットは完全オートです。完全オート同士で比較すればよかった。ちょっと待って。なんでもいいんですよ。また。そうだ、ちょっと待って。よいしょ。老眼鏡かけないとまた。もう何度目だかわかんないけど、ここは書き物机じゃないから超書きづらいんだって。腰が痛くなってきた。よいしょ。だから椅子に座っちゃうと角度がつきすぎて絵が描けない。ちょっとこの次の漫画に出そうと思ってるこの鶴野さんというキャラクターも、だからその文具好きのキャラクターとして作って、同じ時期のなんていうか文具ちゃんと同じように、ちょっとここの髪の毛の編んでるところの先がちょっとペン先っぽいみたいな同じ発想でやってしまって。かけてるかな。
というような、ことで、じゃあちょいと取り比べて、比べてみますかね。これは先ほどのそのスケッチを撮っている動画の翌日に撮ったものです。あの後、子供を塾に連れて行くついでにちょっと道を歩いて撮影してみたりとか、帰りにファミレスに寄ってちょっと料理の写真を撮ってみたりとか、そんな風にしてパワーショット V10 を使ってみました。今のところ自分の中ではこのカメラは非常にその好印象というか、自分のその使い方にちょうどピタッとはまるようなカメラで非常に便利に使えておりますと。買ってよかったなと思います。で、同時に機能的にもその、細かい仕様も非常に限定的なカメラなので、これがその万人に受けるかというとそうでもなくて、そのうまくはまらない人も確かにいるだろうなと思います。例えばレンズがそのズームができない単焦点のレンズであったり、バッテリーの持ちがその1時間ぐらいしか持たないとか、連続撮影時間が、これはファームウェアで今後どうなるか分かんないですけど、現状 4K の30フレームで今のところ13分ぐらいしか持たなくて、ちょっと他の、YouTuber の方でもっと長く撮れている人もいたんで、ちょっと条件がよくわからないですけど、僕が今使っている範囲ではやっぱり12、3分で、連続撮影は、熱の問題で切れてしまうだったりとかで、長回しでずっと撮りたいとかね、なんか一日中これで撮り続けたいみたいな場合にはバッテリーが持たなかったりとか、そういうことはあるんじゃないかなと思います。で、僕の場合は、さっきやったみたいに、ちょっとその書き物をするところを撮ったりとか、最近の自分の動画見ていただけると分かると思うんですけど、ちょいちょいとオートフォーカスをミスっていて、画面がボケてピントが合ってないような場面があるんで、サブカメラとしてこれを机の端とかにちょっと置いて、メインの2カメ体制で撮影をして、1カメメインの方の大きなセンサーの大きな画質のいいカメラの方がミスっていた時にちょっとサブ的に補うとかね、なんかちょうどそういう用途のものを求めていたんで、自分の中ではその今言ったみたいなそのサブカメラとか、あるいはその手元を簡単に手軽に写せるカメラ、みたいなものを求めてたんで、まさにその用途としてはぴったりでした。で、キヤノンのこのカメラのその元々の意図的な Vlog カムとしては、例えば手ブレ補正が悪くはないんですけど、 GoPro みたいなそのセンサーのちっちゃいカメラに比べると若干弱かったりとか、さっき言ったみたいにそのバッテリーの持ちとか連続撮影の問題とかで、僕はあんまり使わないというか今のところ使ってないですけど、美肌モードにすると連続撮影が5分ぐらいしか持たないのかな、なんか演算が大変なんですかね、だったりとかで、その Vlog カム持ち歩いてすごくそのめちゃくちゃに長時間使うみたいな使い方にはその、バッテリーの問題が一番大きいですけど適していないかもしれないです。Vlog の場合、時々ちょっと取り出して30秒とか1分撮ってまたしまってまた取り出してちょっと撮ってみたいな使い方が多いのかもしれなくて、そういう使い方をキヤノンは想定しているのかなと思います。で、画質に関してはやっぱり1インチのセンサーなんで、僕のその iPhone 13 Pro Max よりは1ランク上の画面、例えばその背景のボケであるとか、iPhone の写真とか動画ってそれ単体でパッと見ると割と綺麗にこれでもいいじゃんって思うんですけど、もっとそのセンサーの大きなちゃんと情報が密度を持って載っているような画面と比較すると結構スカスカなことが簡単にバレるんですよね。なのでiPhone 単体で見ていると割と違和感なく撮れていたり、音も綺麗だったりするんですけど、僕が使ってるそのシグマの FPL とか Lumix の S5 と並べて使うと iPhone の画面はなんかちょっと軽いというかペラペラしてるというかちょっと物足りないんですね。で、そこでちょうどこの、1インチセンサーだとそういう落差がある程度緩和されて、やっぱりその大きなセンサーのもっと大きなセンサーのそのフルサイズのカメラの方が綺麗は綺麗なんですけど、割と1インチあると結構1個の動画の中でフルサイズの絵、このパワーショット V10 の絵が交互に例えば入ってきたりしても割と持つような気がしています。あとはマイクの性能も自分が使った感じでは僕の iPhone 13 Pro Max よりは明らかにその1段2段上だなと感じました。僕今のところまだこの室内でしか撮っていない、ほぼほぼ撮っていないので、例えば屋外とか風が吹いてるとか、そのいろんな状況の時にどうなのかみたいなのはこれから検証していきますけど、今のところパワーショット V10 は今ここでピンマイクでこのズームの、F2 という32ビットフロートの音が取れるその
なんだろう、この小型のレコーダーとピンマイクでやっていて、やっぱり音質で言うと、部屋の反響とかを拾わなかったり、あるいはこのエアコンの音とか、今外で工事やってるんで、その工事の音とかを拾わないので、ピンマイクの方が、音質的には綺麗なんですけど、でも、例えばこれが使えないとか、ちょっと急いで撮るとか、そんなに、重要ではない、ようなことでちょっと喋るみたいな時には、このパワーショット V10 のマイクで、音的には割と持つ感じがしました。そのあたりも非常に良くて、撮影が幅が広がるというか、あるいはそのミスをした時のリカバーが非常に効きやすいとかね、なんかそういうところで僕的には非常に気に入っています。さっきの動画の中でも喋ったけど、スタンドとかに関しては工夫次第で、これからもうちょっといろいろできるような気がしています。で、動画の中でその前のさっきの話の中で、キャノンが公式にもうちょっとこの高さを調整するようななんかアイテムを出してくれればいいのにってよく考えてみたら、そもそもリモコン付きのグリップを出していて、三脚にもなるグリップを出していて、まさにそれがその自分の考えてるそのまさに高さを調整して、リモコン機能とかもついていて、要するに僕が考えているようなことはキャノンは当然考えてちゃんと出していたよということで、そう見落としていました。ただグリップつけるとこれやっぱりちょっと物々しいんですよね。でグリップってやっぱりちょっと付け方どうなのか分かんないけど、多分三脚穴にねじってつけたりすることになると思うんで、そうなってくると若干一手間だったり、あるいはそのつけたまま持ち歩こうと思うと結構な大きさになるじゃないですか。なのでそうじゃなくて、例えばだからさっきの僕の動画の中で言えば、このイヤホン、これはオープンフィットっていうイヤホンですけど、このイヤホンのケースぐらいの大きさのものが、あるいはもっとちっちゃくてもいいんですけど、が1個あれば、それをなんか座布団みたいにちょっと敷いたり、下にちょっとその腰掛けのように後ろに置いたりして、その高さちょっとかさ増しできたりするんですよね。なんかそういうもののすごく洗練されたコンパクトなでその本体となんか一緒に持ち歩くことが簡単にできるようなものがちょいとあったりするといいかなとは思ってます。で僕の場合はこれがあるんで、絶対にこれはどこに行くにも持ち歩くんでいいんですけど、公式でなんか出してくれたりするといいかなと思いました。で今のところはだからちょっと書き物をするのを撮影するっていうのが非常に簡単にできるようになったんでよかったなと思います。で今後家の近所いっぱい撮っちゃったんで、ね、家の近所あんまり出すわけにもいかないんで、ちょっと公園に行くとか遠出をした時とかにこれ持ってってどのぐらい使えるのか、あるいはそのバッテリーがどのぐらい持つのかみたいなことを検証しようと思います。で困ったことがいくつかあって、Mac とこいつを USB で接続した時になんかマスストレージみたいな感じでそのパソコンを認識するんだけど、ファインダーに、この、メモリカードがその表示されなくて、パソコンにつないで、ファイルをコピーしてその Mac の本体の方に持ってくるっていうのが今のところできないんですよね。でもちろんSD カード抜いてカードリーダーに挿して読み込むことはできるんで、今のところ困ってはいないんですけど、毎回 SD カード抜き差しするのはあんまり好きじゃないので、できれば USB せっかく Type-C なんで1本ちょっと挿したらすぐにデータを送れるようにしてほしいなと思います。でキャノン的にはキャノンがクラウドサービスをやっていて、Wi-Fi で例えば充電中とかに、その Wi-Fi でキャノンのクラウドに動画なり写真なりをどんどん勝手に送ってくれて、そこから、フリッカーとか、Google フォトとか Google ドライブとか、あといくつかのサービスに自動で転送してくれるみたいなサービスはやっていて、それはちょっと使ってみたけど割と便利なんですけど、うちの Wi-Fi の問題なのか転送速度はそんなに速くなくて、さっきだから13分ぐらいフルにバッテリーじゃない熱停止するまで限界まで撮った動画とかを転送しようと思ったら結構30分ぐらいかかっても終わってなくて、 Wi-Fi の環境が良ければ多分もっと早いんだと思うんですよ。そうじゃないと実用にならないんで。で今のところ自分のところではだからパソコンで認識してくれないのと、そのクラウドに転送するのがあんま早くないっていうところでデータのやり取りのところでちょっと間がついてます。これはおそらくは何がしかまだ買って1日目なんで解決する方法はあると思うんで、そんなに困ってはいないんですけど、ちょっと今のところそれは気になってるところですね。そんな感じかな。とりあえずこのサイズ感とかこのスタンドの完成度とかなんか全体的な佇まいとか僕的には非常になんだろうな、工夫してほしいと思えば工夫してほしいポイントはいっぱいあるんで、そういう意味ではこれの第2弾とか第3弾とかは楽しみでは買って初日でそんなこと言うのもあれだけど、まだいっぱいありますね。その角度、液晶のモニターの角度が変えられたらどうだろうとか、スタンドもあともう一つ2つだからさっき言ったみたいにもう一つ
つ2つなんか工夫できそうな気がするんですよね。あとはこれにズームがついたらどうだろうとか、レンズのそのズームレンズがついたらどうだろうとか、液晶のモニターの大きさはもうちょっと大きくできたんじゃないかとか。だから液晶に関してはそのオートフォーカスはもうこいつにお任せなんだから、構図だけ確認できればいいやと思ったんだけど、さっき使ってと思ったけど、文字がこれは僕のその老眼の問題ですけど、文字がちっちゃくてちょっと読み切れないところがあったりとか、あるいはだからそうは言ってもあとちょっと大きければ、例えばなんでしょうね、髪の毛ちょっと寝癖になってるのに気づくとか、なんかそういうことはあるかもしれないです。あとほんのちょっと大きいだけでもだいぶ違うと思うんで、そのあたりはまあ次回、解決されるといいなとは思います。今の GoPro11 よりもちょっとちっちゃいぐらいなんでね。そうですね。で、今回も今ちょうど13分喋ったところで熱停止のランプが点滅し始めて、おそらくあと1分ぐらいしか持たないんだろうなって感じです。やっぱり13分ですね。そうか。結構ここエアコン効いていてそんなに暑い部屋ではないんですけど、風がなかったりするのもあるかもしれないですね。もしかすると、だからちょっとまた今度後で試しますけど、30フレームじゃなくて24フレームにしたら劇的に長く持つとかだったら、24フレームで運用することを考えてみてもいいかもしれないです。あとはちょっと圧縮率、長持ちする、熱的に長持ちする方の圧縮率の高い方のモードでやっているんですけど、それでもやっぱり13分ですね。かな。思いついたことをざーっと喋ったけど、何か喋り忘れがないかな。まあとりあえず、使ってファーストインプレッション的には、こんな感じかな。非常にいいカメラで、まあだから万人に手放しでおすすめではないですけど、今言ったみたいなところ、だからそのバッテリーの問題とか連続撮影時間の問題とかを、クリアできれば非常に面白い、なんか工夫次第でいろんな撮り方ができそうなカメラで、そのあたりも楽しみです。あとはそうだ、レンズに指紋がつきやすいんで、カバーみたいなものは欲しいです。今のところちょっと適当なケースに袋みたいなものに入れて持ち歩いてますけど、袋に入れると袋から出すのに一手間じゃないですか。もっとこうさっと取り出してカメラのレンズキャップみたいにカチャッとすぐに外して撮り始められるとか、そのカチャッと外したものがね、本体のどっかにこうちょっとつけておけるとか、つける場所ないか、ちっちゃいから、まあなんか何か運用、それこそこれ取り出してすぐに使ってすぐにもうポッケにしまえてみたいな使い方がベストだと思うんで、そのあたり運用についてはなんかスピーディーにこうレンズを汚したりとかそういうことを気にせずに使える状態にしてほしいですね。あとそうだな、あと電源の入れ方に関して背面に電源があって、でこれを押してモニターがオンになって、で、こっち側が録画ボタンっていうんで2手間だっていうことはなんかまどろっこしいっていう意見があって、僕も最初そう思ったんだけど、やっぱり電源を入れた時に電源を入れて、そうだな、僕の使い方だと少なくとも画面にどう映ってるかを確認してからスタートするんで、二手間とはいえ GoProの場合は電源長押しでもう撮り始めみたいなものが違和感なかったんで同じかなと思ったんだけど、こいつに関してはちょっとした大きさの違いなのか何なのか、こいつは電源入れてモニターが映って構造を確認して撮り始めるっていうのが、綺麗な流れだと思うんで、そんなに悪くはないです。でこっち側に電源があって、こっち側に撮影のスイッチがあって、表裏になっているのがまだろっこしいっていう、まあ確かにそうかなと思うんだけど、電源入れて、タッチパネルのところに録画のスタートストップのボタンはあるんで、それは大丈夫かな。16分持ってる。ちょっと思ったよりも長持ちしてますね。でもまあそうだな、大差はないかな。もう限界って感じですね。あとはだからそうだな、だからさっきも言ったけど、クラウドの転送の間にちょっと本体が熱を持っていたり、あるいは充電中だったらいいけど充電じゃない時にも自動で起動するモードにしてるからかな、時々気がついたらなんか通信してるみたいになって、多分通信してる間バッテリー減っていくと思うんで、そのあたりはちょっと自宅の Wi-Fi を登録しておいて、そこにつながったら転送を始めるっていう仕様だと思うんで、出先で勝手にバッテリー減ってるみたいなことは多分ないと思うんですけどね。そのあたりも多分設定でいろいろ詰められると思うんで、今のところはちょっとそのあたりが気になってるけど、多分設定詰めていってなんとかなるかなと思います。手ブレ補正に関してはさっきも動画中で話したけど、前にあるボタンのところに登録できてカチカチと切り替えられて、それはまあ良かったかな。思いつくままにバーッと喋りましたけど、とりあえずそんなところです。これからおそらく毎日使うと思います。せっかくだからなんか熱停止の限界まで行きたいな。18分まで行きましたね。頑張ってる。だけどバッテリーが先に上がりそうだ。フル充電してから撮り始めようと思って、フル充電に一応
バッテリーのアイコンは3段階のうち満タンのアイコンになってたんです。それでも18分で切れかけになってるのは、背面で Wi-Fi が動いてたりする？そんなわけないよね。なんでこんなに今回減りが早かったのかちょっとよくわかんないですけど、バッテリーは1時間って聞いてるけど、結構その1分2分取って止めるだとトータルで1時間ぐらい取れるのかもしれないけど、連続だと意外と30分とか40分とかかもしれないですね。そのあたりもちょっと検証して見たいなと思います。なんかダラダラ喋ってますけど、18分30秒13分ぐらいで終わりました。18分30秒でした。でもなんか条件次第では結構誤差の範囲かもしれないけど、13分のところが18分持ったらだいぶ違うかなということでした。ありがとうございました。ではでは。